日本の歴史の名車ばっかりですね。ドアちゃん、なんかバリバリ80年代の車っていう感じだよね。And I want to thank this guy right here, Jeremy. 猛烈。なんと4個だよね。これにしようか。じゃあ次の車だ。皆さんおはようございます。スティーブ敵店のスティーブです。モントレーですよ。モントレー、涼しくて気持ちよくて、今日はまだ青空じゃないのでちょっと曇ってるんだけど、おそらく多分1時間2時間したら真っ青の空に変わると思うんで、それまではねまだ涼しくて気持ちいいから、何か面白いのある？ある今日からこの日本車旧車のコンクールじゃないんだけど、こういうディスプレイのインフィニティの新車とともに、ここにある日本の歴史の名車ばっかりですね。さすがもこれは大好きなんで、本当にね、このモントレーにいろんな車は世界中からこう集まる車が多い。20年代ね、30年代の素晴らしいブガティとかロールズロイスもあり、今時のフェラーリとかランブルギニとかも何でもある。数百万ドル、数億万円、数十億円分の車もある中で、スティーブ敵店だからかな、早速ね日本車の旧車見に来ましたよ。まあこれ以上のこと言っても仕方ない。あ、そういえばさ、皆さん知ってます？ほら新商品だよ。スティーブ敵店プラスサムズアップイコール笑顔ですね。こういうイベントに来ると笑顔になるのは俺だけかな。そんなことないと思うので、アメリカ人も結構朝一番からでもいっぱいいるので、早速ちょっと回ってかっこいい車見てみましょう。やっぱりな、最初に自分に近い車は箱スカだろうね。箱スカはここにあるのは1台、あっちにももう1台があるんだよね。箱スカを見るたんびにかっこいいよね。やっぱり箱スカいいよね。一番多分アメリカで知られてる、日本の名車の中で一番知られてるのはアメリカにないのにね、知らない人もいないんだよね。それは Y-Speed のおかげなのかな。隣は Z、ほら、あ、俺のやつは1971年、70年は昭和45、昭和46年式、71年式の Z のガレージにあるよ。ね、もうちょっとしたら、もうちょっと頑張れば完成できるのかな。また久しぶりに走りたいと思うんだけど、やっぱりかっこいいよな。でもね、Z はやっぱりこの時代になってくると、またね、なんていうかな、いつも言うんだけど、昔にあったかっこいいもの、一旦肩ダサくなるなんか傾向があると思うんだよね。で25年から30年してくると、もともとダサいものがかっこよくなってくる。こういう感じなのかな。これはちょうど1980年の、280ZX ね、DX。 これはインジェクションのこれは多分ね、あれだよね、10周年のちょうど70年で始まったさっきのシルバーのダットさんの10年後に、このなんていうの、記念版としてこの色にわざとしているということなのかな。どう皆さん、かっこいい？かっこ悪い？あっちゃんはかっこ悪いと言ってるんだけどな。でもね、かっこいい。見てこのグディアの当時のタイヤもいいね。グディアのウィングフットというタイヤがどこにあるの？そういうウィングフットは当時あった。めちゃくちゃオリジナルなかっこいい車だよ。これも見た？あっちゃん、ほら、日産自動車、北米日産自動車のナンバーなんだよ。これはやっぱり珍しい博物館にあるはずな車だよね。見て T トップのかっけえ。どうあっちゃん、なんかバリバリ80年代の車っていう感じだよね。俺はかっこいいと思う。逆にこれにしようか。あっちゃん次の車だ。どう？あっちゃん、これダサい？
面白いでしょ、ダサくないでしょ。これはかっこいいと思う。逆にないから、見ないからこそかっこいいと思うんだよな。これは見て、これスバルの SVX でしょ。この窓はこれなんかね、昔フォードのトラスかなんかのプロトタイプにこういうのもなんか作ったことがあるんだよね。見てこのガラス、降りるこう下ろせるガラスはここなんだけど、それでもこれは全部ガラス張りなんで見れないところはないよな、この車乗る限りはね。すごいよ、変わってる、めったに見ない。Hey everybody, this is Jeremy, and I want to thank this guy right here, Jeremy, for actually on Instagram last night. He went out of his way, took his time, and thought about me, and sent me a message. Said, Steve, you should come check out the Japanese event that's going on at the Infinity Pavilion. So one, I want to thank you for that. That was really nice of you for doing it. Jeremy's from Seattle. Do you have are you in a Japanese car? Yeah. What do you drive? Well, I have a truck right now, but I'm looking, saving up. All right. Hopefully get one of these. What would be on your wish list, number one, if you can get it? JZX90 for sure. Yeah, That's it. nice, man. So you're totally who's your truck, a Japanese truck? No, it's Colorado, It's but Colorado. All right, gotta there's get nothing the wrong with that. off-road. Check this guy out, totally in JDM, and he's a nice guy too. He went out of his way to tell me about an event that he kind of figured that I would love to be at. So thanks again, Cool. man. Thanks. Thumbs up. 昔からこれはね、珍しくてめっちゃかっこいい車だなと思うんだよね。これは昭和46年の三菱コルトガラントだよね、 GTO。 かっこいいね。これはバリバリ後付けの無意味なダクトだろうと思うんだけど、ミラーは最高だね。あとこのオレンジに黒のストライプ、これね、内装の方はめっちゃいいよね。めちゃくちゃ70年代60年代っぽい臭いところしますよね。いい意味でね、いい意味でめっちゃいい車かな。めったに見ないからめっちゃいいと思う。あとこれはかっこいいよね。おお、もう猛烈丸全石油、かっこいい。当時のステッカーもなかなかいいんだよね。中のね、こういう車に今エンジンかけれないから匂いとかわかんないんだけど、めっちゃいい匂いするんだろうな、中はね。これも珍しいんじゃない。これはマツダのロータリークーペだよね。ルシーというのかな。これ車はいいよね。見て内装またすごいよ。黒に赤、当時のマニュアル車でいいな。あとビニールトップよりもこれビニールなのかな。めっちゃ面白いよ。こういうところもいいよね。実際に空気が入ってくるのかな、これで。さあどうでしょう。これもいいよ。じゃあめったに見ない車だよ。これイスーズのベレットっていうのかな、発音で 1600GT のベレット、かっこいいよ。なんかオパルっぽいっていうかの形の、当時のレースカーっぽいよね。形がめっちゃいいよね。またミラーはいいところにある。こういうライトもいいね。見て、薄くて細くて、これはめっちゃかっこいいよな。このフロントはめったに見ない車だよね。白黒もなかなかいいよね。パンダ仕様。あっちゃん、俺のフラリに似てない似てないよね。こ
の中ですごい車はねいっぱいあるんだけど、その中の一つはこれスカイラインスポーツというプリンス自動車だよ。プリンス自動車見て、この車すごいオリジナル、レストアは済みだろうと思うんだけど、内装はそのままね、1963年プリンスのスカイラインスポーツですね。かっこいいよ。見て、まだ当時のランプ4個だよね。4個っていうのかな。ほら1234ってこの曲がってるっていうのがね、なんか怒ってるように見えるんだよね。ほら後でほら今のスカイラインとかで改造すると、こういうヘッドランプをわざとこういう角度で入れることはあるんだけど、当時はそういう風になってたもんな。まだ当時は日産の前だからプリンスなんで右ハンドル車、おそらく日本にあった車両なのかな。アメリカで見たことないよ。見たことないような日産もありますね。すごいアメ車っぽい、めっちゃ可愛いよね。あっちを見て、あっちゃん、この色だよね。You speak fluent Japanese. 2サムズアップですね。